こんにちは、ますみです。本日はラングチェインモデルズについて解説します。この動画を見ることでプロンプトエンジニアとしての引き出しを一つ増やすことができるでしょう。ラングチェインの大枠についてまだ知らない方はこちらの動画を先にご覧ください。それでは本題に入ります。ラングチェインモデルズとはオープン AI をはじめとした様々なサービスが提供しているモデルを切り替えたり組み合わせたりすることができる機能です。現在のラングチェインは LLMs とチャットモデルズとテクストエンベディングモデルズに対応しています。 LLMs とはラージラングエッジモデルズの略で大規模言語モデルのことです。例えば OpenAI が出している GPT3.5 のモデルテキストダヴィンチ003や Google が出しているフラン T5、フラン T5XL などがあります。次にチャットモデルズとは先ほどの LLMs を用いたチャットに特化したモデルです。例えばチャット GPT などが挙げられます。最後にテキストエンベディングモデルズとは自然言語の文章を何らかの空間におけるベクトルにするモデルです。これだと少々難しいため一つ例を説明します。例えばフリーランスという単語と関連度の高いキーワードを生成したいとします。この時エンジニアと猫のどちらの単語がより関連度が高いですかという問題があったとします。私たちは直感的にエンジニアの方が猫よりも関連度が高いと思い浮かべることができますが、機械の場合自然言語の状態だと関連度を計算することは難しいです。そこでエンベディングを行い自然言語をベクトル化、すなわち数値化することで単語と単語の間の距離から関連度を求めることができます。このように言語同士の関連性などを計算したい時などにエンベディングモデルが必要になってきます。ちなみに現在のラングチェインはテキストエンベディングの機能を搭載していますが、文章以外にも画像や音楽などの様々なデータに対してエンベディングの技術が存在しています。このようにラングチェインモデルズを用いると様々な LLMs、チャットモデルズ、テキストエンベディングモデルズを使うことができます。 LLMs だけをとってもこれだけの LLMs の提供サービスと連携しているため複数のモデルを使いたいときはかなり便利です。ここから Python を用いた具体的な実装方法を説明します。まず環境構築としてラングチェーンを用いるため pip インストールラングチェーンをしておきましょう。そしてこれ以降の説明では OpenAI のモデルを用いるため pip インストール OpenAI を実行しましょう。OpenAI のライブラリがインストールされたら次に OpenAI の API キーを設定していきます。こちらのダブルクォーテーションの中にご自身で発行した OpenAI の API キーを貼り付けます。ここまでのセルが実行できたら環境構築は完了です。次に LLMs の使い方を説明します。LLMs を使うためにはこのように OpenAI のモデル名を指定して次のような書き方でモデルを実行することができます。見ての通り非常にシンプルな書き方で記述することができます。次にチャットモデルズの使い方を説明します。チャットモデルズでは次のようにラングチェーンの中に入っているチャットオープン AI モデルを呼び出します。そしてラングチェーンが定義しているスキーマ、いわゆるデータ型ですね、このように用いて実行することができます。ここではシステムコマンドとして日本語で回答してと入力し、人が入力するプロンプトとしてIT エンジニアについて30文字で教えてというふうに設定しています。こちらを実行すると次のような結果が出てきます。このようにプロンプトに応じた回答が出ていることがわかります。最後にテキストエンベディングモデルズの使い方を説明します。テキストエンベディングモデルズを使うためには Tick トークンというようなライブラリが必要なため、まずはじめにこちらをインストールします。インストールが完了したら次のように記述しましょう。ここでは IT エンジニアについて30文字で教えてという文章をエンベディングしています。このように先ほどの文章が数値化されていることがわかります。ちなみにこちらのベクトルがどれぐらいの次元なのか気になった方もいると思うため次元も出力してみたいと思います。こちらの次元は1536次元だということがわかりました。以上、本日はラングチェインモデルズを解説しました。次の動画ではラングチェインプロンプトを解説します。もっと学びたいという方はこの動画以外にも様々な教材を YouTube と公式 LINE で発信しているため、ぜひチャンネル登録、友達追加お願いします。ではまた。